こんにちは、シロです。今回は最近僕がよく持ってっているライトをご紹介しようかなと思います。最近ナイトが多かったりとか、あと撮影の関係で 2,3 本ぶら下げて海に入ることが多いんですけど、その時に持ってっているライトをご紹介しようかなと思います。直近で言うとエスペランスですね。エスペランスの時はフレームに1個つけていって、あとは胸に2本ぶら下げていったんですよね。そんなわけで最近使っているライトをご紹介しようかなと思います。はい、こちらは去年のガイドさんの機材紹介シリーズのジロさんの回でもご紹介したんですけど、ウルコスのライトですね。これまさにジローさんにこれいいよとお勧めされて、買ったやつです。こっちの細長いのが DL70 かな。マックス13000ルーメンのライトで、こっちは DL6 でマックス15000ルーメンのライトになります。このウルコスのライト、僕ウルッコって呼んでるんですけど、オフィシャルのサイトの日本語表示するとウルッコって出るんでウルッコって呼んでるんですけど、このウルッコはですね、とにかく安いんですよね。なんかクーポンとかあると1万円もしないぐらいで買えて、こっちもでかなり光量が強いっていうライトになります。でこっちはボタンでライトをつけるタイプですね。4段階で、ローが450ルーメン、1300ルーメン、4000ルーメンの13000ルーメン、めっちゃ明るいですね。13000ルーメンとかだと陸上でつけるとここがもう発火するぐらい熱くなるんで、セーフガードみたいなのもついてます。一定以上温度が上がると勝手に光量が下がるようなガードがついたりします。でこっちの DL6 は回すタイプのライトですね。こんな感じでここをくるくる回すタイプのやつです。で、一番ちっちゃいのが1000、5000、15000ルーメン。こっちは3段階ですね。これもめちゃくちゃ明るいです。去年のシャコタンの動画では両方持ってってたんですけど、エスペではこっちの13000ルーメンの細長いやつだけ持ってってます。というのも、こういう回してライトをつけるタイプより押してライトをつけるタイプの方がですね、やっぱ使いやすいんですよね。っていう意味でこれ持ってってます。ジローさんもガイドの時これよく B で使ってますね。結構照射角がスポットなんでガイドさん的にはいいのかもしれないですね。こうスポットで遠くから照らすみたいな感じで。でこの2つがちょっとスポット目の光なので、この2つをちょっとワイド光として持ってってます。でこっちが以前レビューもしたんですけど、オルカトーチの D710V ですね。はい、スペックなどは紹介動画見ていただければと思うんですけど、これコンパクトだし結構いいですね。メインのライトとして使うこともあるし、常にバックアップとしてね使うにも最適な大きさなんですよね。すごいこれコンパクト、旅行にもねすごいぴったり。これはすごいいいライトかなと思います。でこちらがですね、レトンパワーの C ライオン L24 という結構これも明るめのライトになってます。このライトも大中小があって、一番明るいのが12000ルーメン、6000ルーメン、3000ルーメンですね。でこの他にも赤ライトや点滅、青ライト、点滅モードがあって、これボタンがそれぞれ2つあって、普通のライトとレッドライトは、ブルーライトのボタンが分かれてるんですね。だから両方つけることもできます。もうちょっと赤足したい時みたいな、こういう感じで、青足したい時みたいな、こんな感じで色を変えることができるんですね。こんな10パターン以上の色を出すことができます。ただ水中でこういろいろやるのめんどくさいんで、僕は組み合わせは使ってないです。これは下にこのボールマウントつけてるようにこんな感じでね、ハウジングのアームにつけてってます。まさにこんな感じですね。はい、こんな感じでつけてってます。はい、なんでエスペの時はですね、このちょっとでかいウルッコは持ってってないんですけど、この3つを持ってってました。この13000ルーメン、こっちも12000ルーメンは明るいんですけど、そのマクロとか撮るときはちょっと明るすぎて飛んじゃったりとか、あと生物をすごい刺激するんで、一番弱い光でしかほぼ使ってないです。一番弱い光もしくは2段階目とか、一番マックスはほぼほぼ使うことがないです。これもですね、
一番この強い光を使うことはないですね。だいたいこの一番弱い光かその中間ぐらいを使うことが多いです。ワイドで遠くまで照らしたいみたいな時は一番マックスで使うこともあるんですけど、あんまりマックスで使うことはないですね。はい、なんでこのオルカトーチの、2000ルーメンぐらいが2000ルーメン600ルーメンとかぐらいがちょうどいい感じがしますね。マクロとか撮るには。はい、こちらユリが持ってってる、ケルダンのビデオライトですね。4XR の11000ルーメン出る、これも明るいライトです。はい、これとあと RG をユリは持ってってる感じですね。はい、それでは、細かい比較とかあと重さとかねちょっと測ってみたいと思います。はい、それでは各ライトのバッテリーを見ていこうかと思います。こっち2つがウルッコですね。これがオルカトーチでレトンパワーと、あと参考のためにフィックスネオのライトです。まずウルッコの DL70 ですね。26650の汎用的なリチウムイオンバッテリーになってます。 3.7V の 5000mAh2 本ですね。これが付属してた充電器です。タイプ C で充電できるタイプですね。でこっちの06の方は21700の汎用的なリチウムイオンバッテリーですね。 3.6V の 5000mAh3 本ですね。でこれはさっきのこれで充電することもできるし、電池をつけたままこの後ろのタイプ C で充電することもできます。でこっから給電もできるんで、モバイルバッテリーとして使うこともできます。こっちに電池入れて、でこっちで充電するっていう感じですね。蓋が両方から開きます。ちなみにこっちの方はとっても付属してて、ここにネジでつけることもできます。こんな感じ。僕は必要ないんで取っ払っちゃってます。こっちのウルッコの方は下からも開きます。ただ取り出せるっていうだけで直接 USB で充電できたりするわけではないです。こっちの場合は充電器が必要になります。でオルカトーチ、これはレビュー動画でも紹介した通り 5000mAh の21700のリチウムイオンバッテリーです。直接タイプ C がつなげる、これすごい便利なやつですね。でレトンパワー、これはですね実はこっちのウルッコのでかい方と一緒です。21700の 3.6V 5000mAh 18Wh かなですね。一緒です。なんでこの電池使えます。これは後ろから回してこんな感じで電池ホルダーがついてます。でここに入れて、でここにタイプ C のソケットがあるんでこのまま充電できます。こっちの電池も乗ります。この汎用的なリチウムイオンバッテリーが使えるのがいいですよね。ただですね、このレトンパワーについてたやつってローズマークとか C マークとか何にもついてないんで、こっちのウルッコのバッテリーの方のが安全性が高そうな気がします。でこのレトンパワーの方はこのウルッコのでかいライトみたくバッテリーチャージャーみたいな感じでは使えないと思います。同じように下にネジがついてるんで僕はボールマウントつけてます。はい、こちら前にも動画でご紹介したフィックスネオのライトになってます。専用バッテリーですね。専用充電器じゃないと充電できないタイプです。ここが一番イケてない充電器ですね。これがタイプ C だったらもう1軍入りぐらいのライトなんですけど、専用充電器が必要なんで今はあんまり持ってってないです。はい、こちら照射角の比較です。一番左のウルッコ70はスペック値載ってなかったんですけど、多分陸上80とか90ぐらいだと思います。その隣ウルッコの06は陸上100度で、オルカトーチレトンパワーは陸上120度、フィックスネオの方は水中100度になってます。でこのフィックスネオとレトンパワーを見比べてみると大体同じ照射角になってますね。この2つが大体同じで一番広い感じがします。オルカトーチとレトンパワーのスペック値はほぼ一緒なんですけど、ライトの形状上のせいなのかオルカトーチの方が若干狭まった照射角になってます。でこっち2つはちょっと狭めですね。ウルッコのこの細長いのが一番スポットになってます。はい、参考までにこのユリが使っているケルダン、これがですね水中で110、陸上で120度
の照射角になってます。このドーム型のレンズ、ドーム型のカバーのせいなのか、なんか一番広角に見える気がします。だいたいレトンパワーフィックスネオと同じぐらいですね。はい、では重量、全部バッテリー込みの重量を測りたいと思います。でこういう余計なパーツついちゃってるんですけど、外すのめんどくさいんで、このままいっちゃいます。まずウルッコの DL70 566g ですね。はい、ではウルッコの06 802、結構重たい。オルカトーチ229、軽いですね。これレトンパワー590、さっきのウルッコとこっちと形状的に大きさ的にそんな変わんないんですけど、こっちの方が結構軽いです。フィックスネオ427、ちなみに RG のスモーちっちゃいバッテリーの方457、ケルダン633、結構重たい。というわけでやっぱコンパクトなのはオルカトーチですね。このウルッコのこれは本当にずっしりくる重さなんで、これ結構旅行に持っていくのは大変かもしれない。でこういうボールマウントつけてるのはそのままハウジングにくっつけちゃうんですけど、 BC からぶら下げたやつはこういうちっちゃいシャックルとこういうフックを組み合わせて、つけてます。こんな感じ。もしくはこういうリング、シャックルじゃなくてリング、こんな感じですね。でこちらの、ウルッコは公式サイトから買いました。Amazon でも売ってるみたいですけど、公式サイトのが確かクーポンが発行されるんで、公式サイトのが安いと思います。こちらのレトンパワーはアリエクで買いました。たださっき見たら Amazon とそんなに値段が変わんなかった気がするんで Amazon でもいい気がします。ただ Amazon のレビュー見るとなんか一発で使えなくなったとかすぐ水没したっていうレビューが結構多くてですね、僕も買う時ちょっとドキドキしたんですけど、エスペでずっと使ってても特にそういう不具合はなく普通に使えてます。もしかしたら個体差が結構激しいのかもしれないですね。こちらのウルッコなんですけど、こっちもこっちもたまにボタンを押してないのに勝手にライトがついたりします。なんかボート上でライトつけてないのに勝手についてるみたいなケースがたびたびあります。それ以外のそのライトが使えない的な不具合はどれもないですね。はい、今主にこのライトを持ってってます。値段がね RG とかフィックスネオとかああいうのに比べて安いんで、これとかはねそれぞれ2本持ってたりとかして、それで複数本持っていくことが多いですね。このオルカトーチもコンパクトですごいいいですね。バックアップとか旅行にはすごいぴったりだし、バッテリーもそうなんですけど USB で充電できたりとか、その専用の充電器とかが必要ないんで、そういうのを主に持ってってたりしますね。ナイトとかやるときは、ライト1本だけじゃなくて必ず複数本2本、3本あるとすごい便利ですけど2本とか複数本持ってった方がいいと思います。というわけで今回は僕が最近持ってっているライトのご紹介でした。参考になったって方はいいねボタン、チャンネル登録、あとメンバーシップ用の動画もやってますのでぜひぜひチェックしてみてください。それじゃあバイバーイ。